はい、こんにちは。今日はね、戦艦やっていきたいと思います。以前、空母として使ってた船を改造して大砲をつけたいということで、行ってみましょう。まず、前回ゲットした硝石を船の場所まで運びたいんだけど、ここに来るときに使ったトラックがあるので、こいつに積んでいきましょうかね。ついでにここにある噴気口から硫黄も持っていこうかな。硫黄は硝石と合わせることで火薬を作ることができるんでね。で、この辺の地形は途中に崖があるので、普段はあっち側を通ってるんだけど、船の場所までだったらあの浅瀬を通った方が近いので、トラックをちょっと改造します。前輪に木の板を追加してできました。水陸両用車。真面目に水上を走るには力不足なんだけど、あの程度の浅瀬だったら渡れるんじゃないかな。主に下り坂なので動力用の電池は少なくて大丈夫だと思うんだけど、飛行機もしばらく遠出はしないと思うので、少し外して持って帰ります。では行ってみましょう。陸上の動きは問題ないですね。あとは坂を下るだけなので、下り坂の衝撃に耐えきれなかったのかな。まあこいつは修理しやすい簡単設計なのも魅力の一つなので、ちょいと直しちゃいます。よし、運転再開。水陸両用車は前から作ろうと思ってて、何気に後回しにしてるんだけど、今回は試作ですね。ちゃんとこの距離を前進できればいいんだけど、後ろが沈むのは荷物のせいかな。硝石と火薬は水に触れると溶けちゃうんだけど、よし、なんとか無事に荷物を運ぶことができました。とりあえずトラックは本拠地の近くに移動させといて、よし、久しぶりの出番の船、こいつに大砲を積んでいきます。で、今なら火薬をいっぱい作れるんだけど、もちろん全部一気に使おうって話じゃなくて、ちゃんと小出しにして使っていきます。っていうか、全部一度に使うとどうなるかわからないので実験してみましょう。持ってきた硝石を全部火薬にして、残ってた火薬と合わせると 45.4 キロ。これに火をつけてみるとまあ無事で済まないことだけは分かってたんだけど、船も木っ端みじんになるわけではないみたいですね。これは火薬のダメージがダメージを食らった表面の物体で遮られる挙動になるっていうのもあるんだけど、爆弾の回でもある程度検証した通り、火薬単独ではダメージ効率が良くないことは分かってるので、やはり弾頭を作って飛ばすタイプにした方が良さそうです。よし、では砲身から作っていきましょう。その辺に放置してたドローン基地の柱が3本残ってるので、今回は3連装砲を作ってみましょうかね。冒頭は
転できた方がかっこいいので、合金の板にベアリングをつけて、ここに方針を乗せていきます。可動域はある程度制限しないと何にぶつかるかわからないので、ストッパーもつけときます。ちょっと旋回がスムーズすぎるんだけど、ひとまずこんなもんでいいかな。で、今作った方針に弾を装填するんだけど、火薬は 0.5 キロのものを3つ用意しました。方針には着火用のタングステンと松ぼっくりをくっつけて、そこにさらに火薬と攻撃用のタングステンをくっつければ、よし、まずはいい感じの連装砲になったんじゃないかな。で、この段階で試し撃ちをしたいんだけど、なんか的が欲しいな。適当な草の板をこの辺に置いといて、いざ。あれ？なんで発射しないんだ？一応タングステンの温度は上がってるので、船の電源系統も問題はなさそうなんだけど、接合し直したりしても着火しないので、物の弾みってわけでもなさそうですね。しばらく悩んでたんだけど、ここでいっぺん初心に戻って、以前作ったピストルを試してみます。これで試してみると、ちゃんと発射できますね。っていうか、今ので謎が解けました。これ、タングステンの温度が400度超えるまでいってますね。連装砲だと300度弱までしか上がってなかったので、温度が足りてなかったみたいです。これは着火用のタングステンを3つにしてるせいで、電力が分散しちゃってるのが原因でしょう。電池の本数は十分あるように見えるんだけど、どちらにしても無駄なパワーロスが発生していることは間違いないので、そこを解決していきます。まず一つ外した状態ならどうなるかというと、これだけでちゃんと発射できますね。出力が 33% アップするわけなので、多分ギリギリ足りるってことかな。2連装ならいけることが分かったんだけど、ちょっと今のでいいことを思いつきました。っていうのもね、その辺に置きっぱなしにしてた火薬が誘爆してるんだよね。ということは、左右の弾は着火装置なしで誘爆させればいいのでは？この辺は微妙な調整で、隣には誘爆させたいんだけど、それ以外には誘爆させないっていう方針の囲い方を調整していきます。その結果、なんとか3連装として動作するようになりましたね。ちょっとね、用意した的には当たらないんだけど、そもそも高さと距離が合ってないんじゃないかな。あっちにちょうどいい感じの木が並んでるので、あっちを狙ってみましょう。って言ってもね、今この船には動力がないので、とりあえず方向だけ向けて、なかなかいい感じですね。弾道は見えないんだけど、3発当たったのかな？もしかしたら1発は長弾かもしれないんだけど、まあ試し撃ちとしては十分でしょ。
じゃあ少し飾り付けをしていきます。まあむき出しになってるのもある意味かっこいいんだけど、外装を少しつけてやるだけで砲台っぽく見えるんじゃないかな。操作性も兼ねて取っ手とスイッチもつけときます。帽子にも黒いアクセントなんか入れるとおしゃれなんじゃないかな。で、全く動けないのもあれなので、間に合わせでプロペラをつけときます。これ人間単独で泳ぐようなので、船をまともに動かせる動力はないんだけど、まあないよりマシでしょ。よし、では行ってみましょう。最近は実践をすることが多かったんだけど、この世界では海にも空にも敵はいないので、大木を仮想敵にしながら引き続き試し撃ちをしていく感じなんだけど、まあ当たったり当たらなかったりですね。この武器は狙って撃つタイプの武器ではないんだけど、敵が巨大であれば効果を発揮するんじゃないかな。まだ見ぬボスキャラが出現した時なんかは海から砲撃できるかもですね。ただ実際に撃ってみると船体の揺れがすごい。まあ船がもともと揺れる乗り物であることは当然として、この世界の水の反動は結構激しいので、仮に最初の一発はなんとか狙えたとしても、その反動で他は外れます。なので連射をするならもっと数を増やすか、強力な一撃を放つ武器が効果的かもですね。まあ今回は連射武器が初の試みだったのと、戦場武器が初めてだったので、その両方の戦闘データが取れたってことを成果としときます。ということで前巻作ってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。まあ今回やってみたのは船に武装を積んだ時の挙動の確認みたいな感じで、戦艦のベースを作ったような感じなんだけど、今後別の武装とかも積んでみようと思います。てなところで終わるつもりだったんだけど、ここでアップデートが入りました。今回の目玉商品は設計図で、どういう機能なのかって話は次回に置いといて、はい、ドーン。エール氏のサブマシンガンをご用意しました。こちら公式ディスコードに公開されてる設計図を使ってこっちの世界で作ったんだけど、早速今回使った連想法と換装してみます。取って付けの割にはかなり様になってるのがウケますね。試しに打ってみると、なかなかいい感じですね。最後にこれでいってみましょう。こちら手で持ち運べる装備なんだけど、反動が強くて保持が難しかったりするので、こうやって船体に保持した場合の相性はなかなかですね。ちなみにこの武器の詳細については概要欄にもリンクを貼っておくので、細かいところが気になる方はそちらもご参照ください。こちらも精密に狙うタイプの武器ではないんだけど、一応照準がついてるのと、さすがにこの数打てばどれか当たりますね。
なかなかいい打ち答えでした。ということで、最後ざっくりお見せしたんだけど、次回は設計図やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。